はい、皆さんこんにちは。立花さゆりです。いきなりですが、ちゃんと話を聞いてるのになぜか会話が弾まない。相槌もしてる。うなずいてる。でも会話が続かない。そんな経験ありませんか？実はそれ、あなたが悪いわけではないんです。たった一つあることをやってないだけなんです。それがオウム返しなんです。そして今日はこのオウム返しのワンランク上の正しい使い方、本当は教えたくないけど、コーチング、そしてカウンセリングのプロが使っている方法をお伝えします。近日このチャンネルでは会話力、会話術について順を追ってお話ししております。このシリーズを見逃さないためにもチャンネル登録と、そしていいねボタンよろしくお願いします。そしてこの動画の最後の方にですね、さゆり先生の小話っていうコーナーがあります。私のたわいもない話をします。皆さんよかったらぜひ最後まで見てください。オウムという鳥は人間が言ったことを繰り返して言ってくれるじゃないですか。例えばオウムにこんにちはって言ったら、オウムさんがこんにちはって返してくれるじゃないですか。ある意味人間よりも会話しやすいかもですよね。実はこのオウム返し、繰り返しがとても大事なコミュニケーションの技術なんです。例えば相手が昨日大変だったんですよって言ったら、あなた昨日大変だったんですねって、これだけで相手に分かってもらえたって感じてもらえることができるんですよ。実はこの方法、心理学やコーチングの世界ではバックトラックっていう正式な名前があります。相手の人と信頼関係を築くための最も基本で、そして最も効果的な方法なんです。これは心理学だけではなくてコミュニケーションの本にたくさん書かれています。ただし一つだけ大事な注意点があります。やりすぎ注意です。やたらオウム返しされたら、分かってる人はこの人なんか研修受けてきたなとか、最悪の場合ですよ、この人なんか分かってる人みたいやから今から私になんか営業してくるわっていう風に警戒されてしまうかもしれないです。なので今から皆さんにとてもナチュラルで、そしてワンランク上のオウム返しの仕方をお伝えします。はい、ではいきます。一つ目、ただ繰り返す。そして二つ目、一言入れてから繰り返す。そして三つ目、繰り返してから一言入れる。これを繰り返してください。例えば相手がこの1ヶ月1日も休みないんですよって言ったら、あなた1日も休みないんですね。これはただ繰り返す。さっきの会話の続きです。そうなんです、案件がたくさん来てて、あなたそれは忙しそうですね。案件がたくさん来てるんですね。これは一言入れてから繰り返す。はい、そしてまた続きです。そうなんです、なかなか断れなくてって言ったら、あなた断れないんですね。田中さんは責任感が強いですからね。これは繰り返してから一言入れる。さあ皆さんどうでしょうか？とてもシンプルで自然でしょ？ただ単に聞いたことを繰り返してるだけじゃザ・オウムになってしまいます。鳥になってしまいます。その代わりに先ほど皆さんにご紹介した技術を使ってください。そしたら皆さんの人間関係は絶対に良くなります。ここで皆さんに質問です。オウム返しって聞いたことありましたか？そしてオウム返し使ってますか？ぜひコメント欄で教えてください。続きましてさゆり先生の小話コーナーです。どうぞ。はい、ではさゆり先生の小話コーナーが始まりました。今日はですね、結構真面目な話をします。今日はですね、信じることとはっていうことについてお話しします。ほとんどの人って結構疑い深いじゃないですか。すぐにどうせ嘘やとか、どうせ詐欺やんとか、
あれは非常にもったいないことだと思います。でもですよ、あなたのお金を1ヶ月で3倍にします、5倍にしますっていうのは明らかに疑ってください。それ以外はね、とりあえず信じること。で、そこから疑うこと。これが大事だと思います。何でもかんでも、もう入り口から疑っていっちゃ何も始まらないです。私は一旦は受け入れる。一旦は信じるようにしてます。その方がいろいろ経験できて楽しいじゃないですか。で、唯一信じないものっていうのは、他の人が私にそれはあなたにできないって言われたら、それは絶対に信じません。はい。皆さんもこういったマインドセットを持ってみてはいかがでしょうか。はい、以上がさゆり先生の小話コーナーでした。はい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか。ぜひいいねボタンと、そしてチャンネル登録、そしてベルマークもオンにしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。